唯一無二の他では見たことないパフェでグラノーラを使われてて、他では食べれないものをいつも食べさせていただいております。はい。グラノーラの専門店なのでグラノーラも食べれたりとかするんですけども、ほぼ9割とか8割ぐらいの人がもうパフェを食べに来られてみたいなで、グラノーラも買いに来られるみたいな感じですね。グラノーラの特徴って何かあるんですか？僕がもともとパティシエなので、なんかちょっとこうお菓子っぽいというか、なんかそういう感じで作ってる感じですね。仙台市にあるフィグっていうお店です。もともとパティシエで今グラノーラかしてて、グラノーラも食べれるお店なんですけど、それを使ったパフェがあるんですよ。でそれがなんかめちゃくちゃ美味しいですね。小麦の全粒オートミールいいかな。早川さん、グラノーラの特徴って何かあるんですか？僕がもともとパティシエなので、なんかちょっとこうお菓子っぽいというか、なんかそういう感じで作ってる感じですね。なんか組み合わせとかもそうなんですけど、クリームチーズとイチジクのグラノーラとか、キャラメルとマカダミアとか、なんかそういう感じで作ってますね。パティシエの仕事でも生クリームとか生菓子を扱う仕事とか、焼き菓子とかを作る仕事があって、僕すごい焼き菓子を作る仕事がすごい好きで、ナッツとかローストしたりとか、なんかそういうのが好きで、自分で店をするってなった時に日持ちのするものでと思ったら、グラノーラがあるってなって、でやってみたらすごいナッツのローストに仕事が似てたから、それでなんかやってすごい好きやなってなりました。これで腹焼きをして、終わったらソースと絡めるっていう感じです。コンセプトっていうのを教えていただ僕のきます。カフェのコンセプトは、お母さんが月1で来れるご褒美パフェを食べれるお店みたいな、そんな感じで始めたんですけど、だからトイレとかにもおむつ替えの台とかも置いてたりとかするし、お子さん連れでも来れるカフェをこうちょっと作ろうと思って作りました。グラノーラの専門店なのでグラノーラも食べれたりとかするんですけども、ほぼ9割とか8割ぐらいの人がもうパフェを食べに来られてみたいなで、グラノーラも買いに来られるみたいな感じですね。す
ごいおしゃれな空間なんで来るだけですごいテンションが上がるのもありますし、何よりもこのいつもパフェをいただいてるんですけれども、他では見たことないパフェで唯一無二の季節の果物とかグラノーラを使われてて、他では食べれないものをいつも食べさせていただいております。はいこれがメープルシロップ、これが有機の砂糖、これも混ざってないんですけど混ざらなくていいんです。なんかグラノーラっていろんな味がしたいのでそんなに分かんないですよ。めっちゃ変わるかって言ったら変わらへんんですけど、全部混ぜちゃうと蜂蜜とメープルシロップと砂糖のシロップになるんですけど、これなんか別々やから蜂蜜のシロップ、メープルシロップのシロップ、砂糖の味みたいな、なんかこういろんな味が混ざらないけど混ざってるみたいな。なんかグラノーラこんな食べ方したら美味しいよとかいうのってあるんですか？やっぱり基本はヨーグルトがおすすめなんですけど、ヨーグルトとか牛乳とか、豆乳でもいいし、絹ごし豆腐をちょっと潰してこうかけて食べると、なんかヨーグルトの豆乳版みたいな、ちょっとこう食べた感じも出るしヘルシーだしみたいなも別にいいし、あとは食パントーストしてもらってバター塗って上にグラノーラかけたりとか、パフェとかに使ってるみたいにアイスにかけて食べても美味しい。めんどくさい時はもうそのまま食べるっていう感じですね。はい。6月12日の4時半、3名様ですね。はい、お名前お伺いいたします。予約しても来たくなるようなお店なんだなと思ったんです。いやでもすごいありがたいです。なんかその毎月こうパフェが変わるから毎月友達同士で来てくれたりとか、一人の方もいらっしゃいますけど、なんか仕事が疲れてこのパフェを楽しみにしてるみたいな方もいらっしゃるし、なんかずっと来てくれるからすごいありがたいですよね。本当に毎月来てるんですけど何回食べてもいいお味だと思います今日は、マンゴーパフェだったと思うんですけれども、このパフェは思い出に残ってるっていうパフェってあるんですか？個人的にはもうちょっと後のリンゴとほうじ茶っていうパフェがあるんですけど、それが大好きです一番人気なのでいうともう3月に毎年やるんですけど、ピスタチオとホワイトチョコのグラノーラっていうのをするんですよ。ピスタチオがめっちゃいっぱい入ったグラノーラにチョコをコーティングするんですけど、もうそれはもうすごいもう1年間待ってくださってるファンの方がいらっしゃるぐらいすごい美味しくて、すごい好評ですよね。それも今年全国のディーン&デルーカで取り扱いしてもらったんですけど、あ、そうなんですか。そう、それもわーっとこう広がったらいいなと思ってそれの味にしたんですけど、多分食べてくれはった人はすごい美味しいなと思ってくれたと思います。はい、ちょっとずつ色がついていくんですよこれ。
飛ばないように。そう飛ばないように飛ぶんでこれなんかこの生クリームもめっちゃギリギリまで立てて使うんですけど、バターに近くなると生クリームで口どけがすごい良くなるんですよ。体温で溶けるから。なんかそれをイメージして生クリームを立てて、また使う時にもう一回しっかり立てて使います。クッキーです。焼き菓子なんですけど、ちょうど売り切れたので。僕がパティシエになったのが27か8ぐらいの時に専門学校に行き始めたって感じです。そうなんですね。はい、だいぶ遅かったんですけど、それまではなんかちょっとバンド音楽をしたりとか、なんかちょっと遊んだりしてました。でなんかやっぱりこう将来生きていく生活をしないといけないなと思って、何しようかなってなった時に、もともと料理が好きだったのでパティシエになろうって。その当時むちゃくちゃ生クリーム好きだったんですよ。だからパティシエになろうと思って、それまで一回もお菓子とか作ったことなかったんですけど、辻町のパンフレットを取り寄せて、でそこからもうパティシエになって専門学校行ってって感じですね。終わりです。だいぶ色づいてきましたね。そうですね。辻町って1年なんですよ。僕の就職の内定が取り消しになって、そうそうでどうしようってなって、でそれが決まったのが、卒業が3月なんですけど12月なんですよ。ではどうしようってなった時に、僕師匠が埼玉に行ってるんですけど、その師匠がたまたまその年の10月にコンクールで日本一になってたんですよ。そうお菓子の。でいつかそこで働きたいなと思ってたんですけど、自分内定決まってるから10月のうちにはまた将来またつながってたらお願いしようと思ってて、そしたらその内定取り消しになったから師匠に言ったんですよ。内定取り消しになったんですって言ったら、じゃあうちに来いよって言われて、それで僕埼玉で修行してって感じです。はい。でこれちょっと冷ます。専門学校時代によく有名パティシエとの対談会みたいなの行ってて、その時にたまたま隣になった人がその師匠で、隣になって喋ってたら、いや専門学校生でそんな熱量の高い学生さんすごいねみたいな、連絡先交換しようよって言って交換してて、で優勝しはってで僕の内定が取り消しになって、で働く。飯塚さんって言って、埼玉の八潮っていうところにあるラ・キュイッソっていうお店です。でもすごい厳しかったので大変でした。やっぱり厳しかったです。めちゃくちゃ厳しかったです信じられへんぐらい。この番号が 4L っていう。これやっぱり宮崎県産とか。そうです、宮崎ですね。いけるかな、久しぶりに。マンゴーって結構人気なんですか？マンゴーも割と人気なんですけど、ちょっとお値段がちょっと高いので、なかなかあれなんですけど、やっぱり桃かな。桃とかいちごの3月とかにいちごやるんですけど、その時がやっぱりちょっと多い気がしますね。まだ3月とかは寒いんですよね。だからちょっとまだパフェっていう頭がなくて、ちょっと暑さも落ち着いてくるとみんなパフェ食べに行こうかな。このマンゴーパフェの一番下に入ってるマンゴープリンなんですけど、これもパティシエの時にやってたレシピをそのまま使ってやったりとか、あとめっちゃマンゴーを感じてもらえるように作りました。ケーキを食べてるみたいな、マンゴーのプリンとなんかマンゴーのケーキを一緒に食べてるみたいな感じで食べてもらえたらいいかなと。何年ぐらい修行されたんですか？
師匠がもともと働いてたのが八潮のルカダンっていうお店でそこで働いてて、師匠も雇われシェフで働いてたんですけど、でそこで、僕は3年半ぐらいかな、4年ぐらい働いてたから、で帰ってきてなんか何かをしようと思った時に気持ちのするものじゃないとと思ってずっと考えてたら、ドライフルーツとナッツオーガニックのに出会って、オーガニックのナッツとドライフルーツめちゃめちゃ美味しいやってなって、これ使ってなんかできへんかなって考えてたら、グラノーラってなって。でグラノーラ焼いたらパティシエの仕事にすごい似てるというか、なのでそこからやり始めて、その当時大阪にはもう全然グラノーラのお店がなかったから、いけるんじゃないかなと思って始めました。これも食感でパールクラッカンって言ってクッキー生地みたいなやつです。これがライムのジュレです。ミルクアイス、マンゴーソース、マンゴーとパッションフルーツで作ったソースです。アールグレイのグラノーラ、これが4種類のベリーで作ったソースです。でこうちょっと生地を入れて、これもローストしたココナッツですね。もう一回マンゴーソースをして、最後にタイムをして終わります。これで完成です。うち14年グラノーラ屋をやってるんですけど、ここは6年前ぐらいに移転してきて、その前はずっと東大阪でもうずっとグラノーラを作っては週末どっかのイベントで売りに行くっていう生活をしてたんですよ。でこのグラノーラも最初からずっとあるんですけど、14年ぐらい前からその都度その都度ちょっとずつ焼き方を変えたりとかレシピ変えたりとかして今に至るって感じですね。10年ぐらい経ってから味がこれ以上もうやることないなってなった感じですね。なんか自分で作ってうわめちゃめちゃ美味しいってあんまならないですよね。これがいいわっていうこの決まりが自分の中でこれでいけると思って、誰かに食べてもらったりとかしますけど、めちゃくちゃうわこれめっちゃ美味しいってならへんんですよ。でもなったんですよ。これもそうやし、きな粉もアールグレイのグラノーラもずっと初期から作ってるんですけど、うわこれめっちゃ美味しいってなったのが言ってもつい最近ぐらい。そこからもう全然いじったりはしなくて、もう同じことをするルーティンに変わったんですけど、そう。これ発送の準備ですか？発送です。グラノーラが欲しいときはどこからお買い求めいただけるんですか？インスタからも飛べるんですけど、ホームページから買えます。切手の上の大阪ステーションホテルっていうホテルがあるんですけど、そこで朝のビュッフェでうちのこのアールグレイのグラノーラとかチョコのグラノーラとかを出してもらってます。シェフが来てくださって、大阪のグラノーラはここがいいんじゃないかみたいな話を総料理長から言われて来たんですっていう話をされて、全種類買ってきはったかな。で食べて美味しかったから使わせてくださいみたいな感じで、すごいですよね。こんな小さいお店のグラノーラをすごい大きいホテルが使ってくださってるから、そうすごい助かってます。お店ではグラノーラは常時何種類ぐらい置かれてるんですか？
7か8ぐらいですね。7、8。多い時だと9種類ぐらいあったりします。これ季節によって変わってきたりそうですね。毎月限定っていうのが絶対1種類あるんですけど、それが2種類3種類ってなってる時もあるし、そうなると9種類ぐらいになったりとかします。はい、で定番は定番で6種類は絶対あるっていう感じですね。はい、これからの季節のおすすめのグラノーラっていうのはありますか？これからだと7月8月ぐらいちょっとまだ何にしようかなって感じなんですけど、9月ぐらいに出てくるのはクリームチーズとイチジクっていうグラノーラが出てきて、夏はなんかこうちょっとレモン系をちょっと作ろうかなっていう思ってるんですけど、まだ何も決まってないです。そうです。はい、そうですね。6月なんですけど、マカダミアとキャラメルとココナッツっていうグラノーラをやってます。はい、一番人気がきな粉になるんですけど、リピーターさんがすごい多いのはきな粉ですね。でイベントとか出店した時にこうご試食で出したりしてインパクトがあるのでいうとアールグレイとかもよく出ますね。この2つはよく出ます。はい。これは普通のプレーンのクッキーですか？そうです。厚焼きめっちゃ分厚い。ほうじ茶を3つ。アイスコーヒー。アールグレーって香りを出すのがすごく難しいです。難しいですね。もう本当にすごい難しいです。シロップを作るんですけど、シロップをある程度の濃度まで煮詰めて茶葉を入れるんですよ。で茶葉にちょっとだけ水分を吸わせないと出ないじゃないですか、味。まずちょっと出すぐらいの濃度なんですけど、出てそれがしばらくしたらこの茶葉の周りで砂糖がコーティングされるので、香りがちょっとこう逃げないというか、そういう感じでちょっとイメージで作ってるんですけど、なんかそうするとすごい香りもすごい出るようになったなと思って、もうだからもう本当に十何年ずっと作り続けて、なんでこれはこの時はこんな味が出にくいんやろうなみたいなを何回かしながらずっとやりました。
距離を短くするようにしたらよろしいですか？今日からマンゴーはいパフェが登場だったんですけど、はいお味の方はいかがでした？もうとっても美味しかったです。もう本当にもうこれのために今日ちょっと仕事頑張ってきたぐらいはいもう美味しくいただきました。はいありがとうございます。ありがとうございます。早川さんにとって、はいここは名店だ、ここはおすすめだというお店をご紹介していただきたいんですけれども。はい、東大阪にあるトラクト・ザ・ローカルっていうお店なんですけど、なんかカフェといろんなものがあるコンビニみたいなのをなんかこうテーマにしてあって、そこでこうバスクチーズケーキが出てくるんですけど、なんかそれがすごく、ね、食べた時に美味しくておすすめです、はい、よく連絡はしたりしてますけどそれもバンドの時のなんかこうつながりでつながったみたいな感じですね、最近それに気づいたんですけど、もともとその人もバンドをしててみたいな感じで、はい、千林にあるとんかつの中村さんっていうお店ですね。もう昔から結構もう有名なお店なんですけど、何年か前に代替わりされて、もともとしてはった人は京町堀北浜の方かなに行かれて、それを引き継いだ若い方がされてるんですけど、最初はなんかこう試行錯誤して京子先代のこのなんかこうプレッシャーでなんかこうなってたんですけど、最近はなんかこうちょっとこう抜けた感じがあって、すごくとんかつも美味しくておすすめです。うちがコーヒー豆を仕入れさせてもらってるんですけど、中崎町にある日々ベイクさんっていうお菓子屋さんで、そこはもう旦那さんがコーヒーの焙煎をしたりとかで、奥さんがこうケーキとかを作ったりしてるんですけど、なんかいつもショートケーキのプレートとかをしてはるので、なんかそれをぜひ食べてもらいたいのと、やっぱりコーヒー焙煎してはるので、コーヒーがやっぱおすすめですね。うちのアイスコーヒーもそうなんですけど、それでも美味しいので、さらに焙煎してる本人がやっぱり入れてくれるとやっぱさらに美味しいと思うので、ぜひおしゃれだしすごく美味しいっていうお店でおすすめです。もう一つコーヒー屋さん、東大阪にある富山コーヒーっていう小坂駅の近くにあるコーヒー屋さんなんですけど、僕が前の店東大阪でそこですごくお世話になってたんですけど、そこのコーヒーが、やっぱりアイスコーヒーだったりとか、やっぱりそこでも焙煎してあるので美味しいので、すごくおすすめです。はい